スプリングフェス2026と新登場サンドパン解説。ジャスパルと申します。ラティアスリサーチが終わって1週間の準備期間の後、サラダ 1.5 倍のスプリングフェスがやってくるということで、皆さんと一緒に内容を確認していきながらもろもろ解説考察していきたいと思います。新登場はサンドたちということで、スプリング感があるのかどうかは皆さんの判断にお任せするんですが、いつかはアローラサンドたちの追加もあるかもしれませんね。氷の石進化のポケモンが毎年増える方式なんでしょうか。それはさておき、新レシピの中身についても発表されておりましたので、しっかりとチェックしてスプリングフェスに備えていきましょう。それでは参ります。ということで、まずは新登場サンドたちの情報を確認してからスプリングフェスの情報をチェックしていきたいと思います。ということで、新登場サンドパン。リサーチャーの皆様が睡眠リサーチを続けてきた影響か、特定のフィールドの近くでこれまで出会えなかったポケモンの姿が見つかったという報告がありました。そろそろ睡眠リサーチでも出会える日が来るかもしれません。新たに出会えるポケモンサンドパン地面タイプです。お楽しみに。ということで、新ポケモンはサンドとなりましたね。分類はネズミポケモンなんですが、海外の名前だとイタチが使われていたり、モグラが使われていたり、仙山港が使われていたり、見た目はアルマジロだったりと、そんな感じのポケモンです。アローラサンドというリージョンフォームを持っておりまして、アローラロコン同様寒冷地に適応した姿と言われてるみたいです。ちなみにアローラサンドはタイプ氷鋼になりますね。進化は氷の石です。もはやね、サンド砂ではなくなってるんですけれども、そこはご愛嬌ということで、地面に巣穴を掘って生息しているタイプのポケモンらしく、メインのお食事は昆虫ということらしいんですけれども、集める食材としては新レシピにも使われるポテト、かぼちゃあたりになりそうですよね。ぜひね、皆さんのサンドたちの食材予想もお聞かせいただけたらなと思います。原作の能力では攻撃と防御がちょっと高い以外は可もなく不可もなくといったところで、地面タイプのポケモンたちってそこまでスピードの速いポケモンが多くない印象。なんならダグトリオが現在までも地面タイプのスピード1位でしたかね。そんな感じなので、足遅めでどっしりと食材を集めてくれるような、そんなポケモンなのかなと予想しておこうかと思います。そんなサンドたち新たに出会えるポケモンの情報です。出現開始する日時は2026年4月27日月曜日15時からとなっております。スプリングフェスの初日15時から登場します。該当のポケモンのお香は上記日時から使うことができます。出現するフィールドは若草本島、トープ洞窟、アンバー渓谷、若草本島 EX の4フィールドとなっておりまして、ほなオンバットやないかいと直近で追加されたオンバットたちと同じ出現フィールドとなっています。イメージ通りといったところでしょうかね。そして出会える睡眠タイプは地面タイプのぐっすりとなっております。モグラのディグダ族がモグラのね、睡眠事情を反映してかすやすやになってるみたいなんですけど、モグラは12時間ごとに寝るとかでしたっけ。違う、6時間ごとに寝て6時間ごとに起きるとかでしたっけ。そんな感じらしいんですよね。ただしサンドたちは普通にぐっすりタイプとなるみたいですね。これによりね、アンバースヤスヤはなかなか新ポケモンが増えていかないわけなんですけれども、まだアンバーに新ポケモンの追加があるというだけで個人的には嬉しいポイントなのかなと思います。そろそろ途切れるんじゃないかなと思ってました。そしてこのページここで終わっているということで、新スキルを持ってくるわけではないらしいということがわかるかなと思います。既存スキル濃厚かなと。結局ね、ヘラクロス以降食材アシストも出てきていませんし、一体どんなスキルになるでしょうかね。一応昨年のスプリングフェスはラッキーの元気オール、一昨年はフラワーフェスティバルという名前でキュアワーの元気エールと、かなりねそのポケモンのイメージ通りなスキルだったわけなんですけど、サンドのスキルあんまり予想つかないんですよね。なんとなく食材寄りなのかなっていう感じね、地面を耕しているみたいなイメージなんですけど、ここもねスキルどうなるのか皆さんの予想をお聞かせいただけますと幸いです。そして肝心なのは得意なものが何かっていうところですよね。一応これまで料理系のイベントで新登場となったポケモンたちは全て食材のポケモンとなりました。キュアはコーン、オイル、パルデアウパーカカオ、ラッキー卵、クチートオイル、カモネギネギ、ミカルゲキノコ、アブリー蜜なので、さすがに食材のポケモンだろうと踏んでいるんですが、地面タイプには未だにスキルのポケモンが1匹もいないんですよね。なのでこれまでの前例を覆しての石住まいみたいな
スキル得意のかぼちゃ入り食材セレクトとかもワンチャンあるのかなみたいな感じで思ってはいます。まあそんなわけでね、一応現状の私の予想としては、食材のポケモンで、食材ポテトかぼちゃで、スキルは何かしら食材系のスキルで、ステータスは足が遅めで食材確率かスキル確率がちょっと高めみたいな、そんな感じで提出しておこうかなと思います。皆さんのサンドの予想とサンドたちに対する期待なんかもコメントお待ちしております。そんな新登場サンドパンでした。さあそれではそんなサンドたちが登場するサラダ 1.5 倍のスプリングフェス、内容を確認していきたいと思います。結構ねいろいろポイントありますね。キャンペーンスプリングフェス2026、概要です。新緑の季節騒ごう、サラダでエナジーもりもりスプリングフェス。1週間続くこのキャンペーンはカビゴンにあげる料理がサラダで固定となり、料理の最終エナジーが 1.5 倍になる特別な期間です。またキャンペーンを記念して2026年4月27日朝4時からサラダの新しい料理レシピが1種類追加され作ることができるようになりますということで、スプリングフェス初日の朝一は早起きしてレシピ動画を作ることになりそうです。よろしくお願いします。さらに新しい料理を作るために必要な味わいきのこ、ほっこりポテト、若草コーン、ずっしりかぼちゃを取ってくる一部のポケモンがピックアップされます。お楽しみにということで、まずこちらの新レシピについてちょっとねお話ししていきたいと思います。サラダの新レシピ、きのこ、ポテト、コーン、かぼちゃを使うことが確定となりましたね。どうやら新鮮なお野菜の真ん中にソース的なものがあって、パプリカとかブロッコリーとかアスパラガス的なものも見える料理ということで、そうそうディップして食べるバーニャカウダ的なものだったりするんでしょうかね。私はアンチョビ大好きです。それはさておき、使用食材のエナジーが全体的に高いので、ね、この料理のサイズ次第とはなるんですけど、若漏れを超えて、なんならサラダだけじゃなくて全料理中最強のレシピとなってもおかしくなさそうな、そんなめちゃ強レシピなんじゃないかなという予感がします。さすがにね、そのサイズの予想はキャンチケなしの場合は鍋拡張の重ねがけが必須となる食材数113個以上のレシピになると予想しておきましょうかね。キノコとかぼちゃの量がとんでもないことになると最終エナジーもまあいかれた感じになりそうなので、ポテトがめちゃめちゃ要求されそうな気はするんですけど、それでも強そうすぎません？実はそこまで大きくないレシピだったりとかしますでしょうかね。なかなかねこの画像だけでは判断しにくいところではあるんですけれども、お野菜もりもりで結構大きめなレシピの雰囲気は感じるのかなと思いました。ぜひ皆さんの予想もお聞かせください。何はともあれ、かぼちゃがついにサラダでも新レシピを獲得することになりましたね。これで一気に使い勝手が向上しそうです。あとはサマーフェスカレーので使われるのかどうか非常に気になります。夏野菜でねカレーに全然使われるイメージあるんですけれどもといったところです。で使われている食材きのこ、ポテト、コーン、かぼちゃなんですけれども、まずコーンについては三つ集めチョコワッフルに続いての登場となるわけなんですが、ワッフルを狙うとパンケーキのかぼちゃが浮きそうなので、なんだかんだいい調整がされてるのかなという気はしましたね。もともと若漏れでもコーン使われてましたしね。でポテトも新緑アボカドグラタンにすでに使用されているので、今環境なかなかいい感じの立ち位置をキープしそうだなと思いました。正直ねそこまでグラタンでは量が必要ではなかったんですけれども、ポテトは重要度ちょっと上がるのかなという予感がします。でもしねこのレシピそのものがサイズの大きいレシピなのであれば、マスカーニャだったりボーマンダの料理パワーアップ S はさらに重宝しそうかななんて無課金目線では思いました。ってことで個人的には特にキノコの個数に注目したいなと思ってます。キノコがね現状最強料理的にはなかなか出番がないので、備蓄しておく食材としてはちょっと弱めなんですよね。なのでなるべく日中で集められるような個数であると嬉しいなと思うんですが、これまでのキノコ系の料理ってキノコを非常にたくさん使うものが多かったイメージなんですが、パッと見ねキノコは一食材って感じなので多くもなさそうなんですけれども、どうなるでしょうかね。そんなキノコ、ポテト、コーン、かぼちゃのバーニャカウダっぽいサラダがスプリングフェス当日の朝4時から追加されます。当日の朝お楽しみに。動画作りたいなと思いますのでチャンネル登録もよろしくお願いいたします。
さあそれではですね、スプリングフェスの解説に戻りまして、開催期間は4月27日月曜日からの1週間となります。ラティアスリサーチが終わって1週間の準備期間を経てスプリングフェスとなります。もうすぐ来ちゃいますね。そして開催フィールドは全てのフィールドです。好きなところを選んでいくことになります。来週はね、フィールドボーナス上げもちょっと意識したいところですかね。ただしサンドたちは若草、トープ、アンバー、EX の4フィールドのみの出現となりますので、そちらご注意ください。そしてミッションもございます。昨年はミッションこんな感じの中身となっておりました。で、お隣は今年のバレンタインですね。まあ食材チケットがちょこちょこもらえて、他はだいたいいつも通りみたいな感じでしょうかね。また昨年のパックもご紹介しておこうかなと思います。スプリングフェスと今年のバレンタインのパックですね。こんな感じになっていました。なんとなく昨年よりラインナップ良くなってそうな気はするんですけれども、どうなるでしょうか。基本的には3度のお香目当てで買うみたいな感じにはなるでしょうかね。といった再来週4月27日から開催されるスプリングフェス2026となっております。さあそしてね、この辺りには書かれていないんですけれども、他にもイベントございまして、グッドスリープデーが重なります。今回のグッドスリープデーではまだミュウの出現はありません。5月1日から3日金土日というなかなかね最高なタイミングでグッドスリープデーが重なります。眠気パワーが高まっている時にさらなる上乗せがあるよってことで、未発見ネガオの出現確率アップを使って、人によってはねアンバーでラティアスの星3ネガオが見られたりとか、フライゴンとかボーマンダを見られたりとか、エナジーの増加で若草 EX でもめちゃくちゃ夢のかけらがゲットできるんじゃないかとか、ね、そういうことに使えそうなので、ぜひねいい感じに使えるかどうか考えてみてほしいなと思います。ただでさえサラダ 1.5 倍なので、めちゃくちゃエナジーが高まってる上に金土日で眠気パワーのボーナスも入るので、それこそベテランのリサーチャーが若草とかトープに行っちゃうと、かなりの量の眠気パワーをロストすることにはなるのかなと思います。そちらご注意ください。ってことで4月27日からの1週間なんですが、金土日でグッドスリープデーもあるスプリングフェス2026です。さあここまででもだいぶねすでにお腹いっぱいな感じなんですけれども、ボーナス参りましょう。期間中開催フィールドで以下の効果が発生します。全日程において睡眠リサーチにて特定のポケモンの出現確率アップ、後ほど紹介します。そして料理の最終エナジー 1.5 倍、大成功3倍、日曜日のみ 4.5 倍、サラダが料理がサラダで固定、睡眠リサーチにてチャンス1匹確定、1日1回のみ。睡眠リサーチにてその日のリサーチャーの睡眠タイプに限らず、他の睡眠タイプのポケモンも少し出現となっております。この少し表記って結局ある時とない時の差はどうなってるんでしょうかね。そんな感じでボーナスは昨年と変わらず、スプリングフェスはチャンス1匹確定があるタイプのキャンペーンとなります。ちょうどねスキルピックウィークでチャンス1匹確定あったので、あんな感じだよというところですね。色違いの出現確率アップはこのサラダフェスにはないんですよね。そんなわけで、サラダでエナジーも稼いでいきながら、ぜひ厳選のことも考えたいなといったところです。でボーナスについては変更ないんですけれども、ピックアップがなかなか面白いことになっています。ということでピックアップ、下記のポケモンたちといつもより多く出会えるチャンスです。中ピックアップサンドパン、ここまではねいつも通りといったところなんですが、小ピックアップ、原種パー、アチャモ、水五郎、タツベイ、不安定、ミカルゲ、バケッチャ、ヌイコグマ、キュアワー、ニャオハ、アルクジラということで、キノコ、ポテト、コーン、カボチャを第一食材に持つ全ての未進化ポケモンたちがピックアップとなります。リリース時点ではね、キノコとポテトを第一食材に持つポケモンもいなかったですし、コーン、カボチャも追加食材となるので、あんまりねポケモンたち多くなかったよっていうところからか、食材のポケモンたち以外からもピックアップになってるんですよね。そんなわけで個人的な注目はタツベイでしょうかね。アンバー限定ではありますけれども、ヌイコグマもねタツベイ的なフィールド限定ポケモンとなるんですが、ラピスにサンドが登場しないのがちょっとね難しいところでしょうかね。そんな感じでキノコ、ポテト、コーン、カボチャを第一食材に持つ全ての未進化のポケモンたちがピックアップされます。サンドもねほぼ確実にこの4食材のどれかなんじゃないかなとは思いますね。アブリーの3つの食材は全てワッフルに関係するものでした。どうなるでしょうか。
てことで、各フィールドで出会えるポケモンたち、初見のざっくり全フィールド解説やっていきたいなと思います。まず若草本島。こちらはサンドたちが登場します。ピックアップじゃないポケモンは、ヌイコグマ、タツベイとなります。若草本島、初心者におすすめではあるんですけれども、サンドをピンポイントで狙うのであれば、よりピックアップが絞られているトープの方がいいんじゃないかなという気がしますね。若草の良さは、ミカルゲ、キュアワーあたりの無進化ポケモンにもあるのかなって感じでしょうか。チャンスがついてくれたら美味しいですし、サラダ 1.5 倍とグッドスリープデーの効果も合わされば、それこそ眠気パワー大きめなミカルゲとかにも出会いやすいかもしれないですね。ミカルゲもキュアはもう飴が集めづらいポケモンなので、育てるのが大変で、そういう意味では初心者におすすめできるポケモンではないんですけれどもね。出現ポケモンたちみんな強いので、若草も一定の評価ができるんじゃないかなとは思いました。そんな若草本島でした。お次、シアンの砂浜。シアンはサンドたちの出現ありません。砂浜なんですけどね。ディグダはいけたんですけれども、サンドたちはダメということになってます。ピックアップは、ゲンシューパー、水五郎、キュアワーってことで、キュアワー以外はトープでもピックアップになっているので、そこまで選ぶ理由はなさそうに思いました。シアンの砂浜でした。お次、トープ洞窟。サンドたちが出現するフィールドです。ピックアップはサンドたちとゲンシューパー、アチャも水五郎。サンドが出現するフィールドとしては最もピックアップが絞られているので、一応出現率は一番高いかもしれませんね。サンドたち以外も育成しやすくて強力で、こちらは初心者にもおすすめできるかなと思います。で、プレイ歴が長くなってきたリサーチャーにとっては、特に週末、眠気パワーがとんでもない量吹っ飛ばされそうだなと思いはするんですけど、もしかするとサンドたちが追加されるアップデートとかデータ更新とかで、いよいよさすがにそろそろぐっすりの最終枠にフライゴンが入ってくる可能性はあるだろうなと思うので、それ狙いで行くのもありかなと思ったんですけど、それはアンバーでもできるはずなので、やっぱ初心者以外はサンド狙いメインとなるでしょうかね。そんなトープ洞窟でした。お次、卯の花雪原。サンドたちは出現しません。ピックアップはミカルゲとアルクジラという潔い2匹となっています。この2匹をピンポイントで探すのに適してはいるんですが、ミカルゲはアンバーでも出現しますし、アルクジラも若草や EX に出現するので、マジでピンポイント狙いと2匹ピンポイント狙いという感じになりそうですね。そんな卯の花雪原でした。お次、ラピスラズリコハン。サンドたちの出現はありません。ここは何と言ってもヌイコグマでしょうかね。アルクジラとヌイコグマ、サンドと一緒にキービジュアルに抜擢されてるんですけれども、ヌイコグマとサンドが野生で出会うということはないという感じになっております。ちなみにパルはニャオハ激推しでもありますね。そんなラピスラズリコハンでした。お次、ゴールド急発電所。こちらサンドたちは出現いたしません。注目はバケッチャーですかね。やっぱニャオハでしょうかね。バケッチャーはアンバーでも出現するので、ニャオハ狙いかつラピスより眠気パワーが大きくても眠気パワーのロスが少ないとか、そういったところが魅力となるかもしれませんね。どちらかというと厳選メインというよりはマスター20チャレンジとかで訪れる方が多くなるのかなっていう印象でしょうか。そんなゴールド急発電所でした。お次、アンバー渓谷。アンバーはサンドたちが出現しますし、タツベイはこのフィールド限定となっています。ミカルゲ、バケッチャとカボチャのポケモンもいますし、タツベイ厳選もついでにできたり、眠気パワーもかなり使ってくれるフィールドなはずなので、本当にね、なんとか最終枠を入れていただけないかなと。ボーマンダ、イワパレス、フライゴン、未だにね、最終枠というなんかシステム的ななんやかんやに入ってないんですよね。なので入ってくれると、例えば週末ウトウトでボーマンダを確定で呼び出してタツベイの飴稼ぎができたりとか、ぐっすりのフライゴンでナックラーの飴稼ぎができたりできなかったりとかするかなと思いますし、フライゴンに関してはスキルが強くないので、チャンスがついた時に直接ゲットするなんていうのにも向いてそうだなと思ってます。ちなみにパルはこのタイミングでアンバーのマスター20チャレンジをしてみようと思ってます。ちょっとね、試算した感じ、フィールドボーナス 85% でもいけるかいけないかの瀬戸際なんじゃないかと思ってるので、本当にね、鍋拡張が一発下振れたらアウトだろうなというところなんですけれども、やれるだけやってみようかなとは
思っております。あとはね、これも個人的な話なんですが、ラティアスリサーチで星3ラティアスに未だに出会えておりませんので、ちょっとね、このタイミングのグッドスリープでよろしく頼むぜというところはありますね。そんな市場が挟まりまくったアンバー渓谷でした。実際おすすめなんですかね。辰部源泉にはおすすめですね。そりゃそうなんですけれども。ということで最後、若草 EX。若草 EX もサンドたちが出現します。で、出現しないピックアップは若草同様、縫いこぐま、達兵衛と原種パーも出現しないんですよね。私全然理解してなかったんですけど、 EX って原種パー出てこなかったんですね。もうこれまで今フィールドボーナス 85% になるまで EX 通い詰めてるんですけど、理解してませんでした。そんな感じでね、 EX今回も普通に木の実ガチャがありますし、 EX ボーナスも3種類ランダムになるはずなので、難易度はひときわ高いんですけれども、エナジーロスト問題には最も強いフィールドですし、料理固定になるので、キャンチケを使う方なんかは鍋拡張の不安には怯えずに済むんじゃないかなと思います。そんなリサーチ報酬メインの選択肢としてはめちゃくちゃ優秀だろうなと思いますね。で、EX も人によってはマスター20チャレンジできるんじゃないかなと思うので、木の実ガチャに勝てそうな方はぜひとも狙ってみてください。ラティアスリサーチでチケット使い果たしてるとちょっと辛いところではあるかなと思いますし、ラティオスリサーチでも木の実ガチャがある場合はなかなか辛いので、考えどころではあるのかなとは思いますね。そんなリサーチ報酬が美味しそうな若草 EX でした。ということで、皆さん的にはどこのフィールドに惹かれておりますでしょうか。ぜひともね、3度の予想とともにコメントお待ちしております。なおですね、注意事項に関して特筆すべきものはないのかなと思いました。いつも通りのことが書かれていたよといったところで、そんなスプリングフェス2026です。さあ、ここまでね、ちょっと動画長くなってしまったかなと思いますので、最後にざっくりまとめてこの動画締めていきたいなと思います。スプリングフェス2026、サラダ固定、料理エナジー 1.5 倍、チャンス1匹確定。ピックアップはキノコ、ポテト、コーン、かぼちゃの2進化のポケモンたちで、新レシピはキノコ、ポテト、コーン、かぼちゃを使うレシピで当日の朝4時解禁されます。がっつり作るつもりの方はキノコ、ポテト、コーン、かぼちゃ来週中に集めておきましょう。そして新登場は3度、地面タイプのポケモンで、私の予想は足遅めの食材得意ポケモン。出現フィールドは若草、トープ、アンバー EX でオンバットと同じです。で、金土日にはグッドスリープデーもあるよって感じで、ぜひね、皆さんからの3度の予想と気になるフィールドお待ちしております。そんなスプリングフェス2026と新登場サンドパン解説でした。新レシピ速報でもまたお会いしましょう。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと、狙っているポケモンにチャンスがつく確率がちょっと上がるかもしれません。今回のね、ラティアスリサーチメンバーシップに入ってくださってる方から色違いラティアスの報告すでに届いておりますので、マジで得が積まれる可能性が浮上しております私がメンバーさんの得にあやかっているだけなんですけれども、よろしければワンアクション頂戴できますと幸いです。いつも本当に応援たくさんありがとうございます。それではね、ラティアスリサーチも本日からがニュームーンデーということで、皆さんからの色違いラティアス報告たくさん来ることを楽しみにしておりますし、ラティアスリサーチが終わったらすぐにサラダの準備していきましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。